どうも僕です。今日は 1JZ エンジンのオイル漏れの中でも一番ポピュラーなシリンダーヘッドカバーからのオイル漏れを修理していきます。ここはね、タペットカバーとかカムカバーとかいろいろ呼ばれておりますが、まあ自分好みの呼び方で大体通じるので、それで大丈夫だと思いますよ。そしたらね、エンジンの一番てっぺんの結晶カバーを外して、イグニッションコイルも外していきます。実際にね、確認してみないことには、シリンダーヘッドカバーガスケットからのオイル漏れとは断定できないですからね。はい、もうね、これはね、確定ですね。フラグ立ってますね。ってことで、温水の高圧洗浄機で洗浄していきます。以前コメント欄でエンジンって洗っていいんですかって聞かれたことあったんですが、基本的には大丈夫です。でも場所によっては高圧洗浄はまずいところもあるので、もしね洗浄したい場合には経験のある整備工場にお願いするのが間違いないと思います。作業中はねいろんなとこペタペタ触っちゃうので、不意にオイルが漏れてたとこを触っちゃうといろいろとね汚れが広がっちゃうんですよ。なのでね、僕は先に洗浄してから作業しています。それではまずシリンダーヘッドカバーを外していきましょう。はい、そしたら次にこちらのグロメットを交換していきますね。実際にはここからオイルが漏れるってことはないです。ブローバイガスが滲んでくる程度なので、気になったらパーツクリーナーで洗浄すればいいんですが、今回はね亀裂が入っちゃってるので交換していきます。というのもここのグロメットはプラスチックみたいに固まっちゃってるので、取り除く時にボロボロになってしまい、最悪の場合中に入り込んで取れなくなっちゃうので、素人の方が触るにはちょっとレベルが高い場所ですね。交換したところでまた 1,2 年したらカチカチになっちゃうので、ここまでひどくなってなければできるだけ触らない方が無難ですね。以前コメント欄でこのグロメットのスマートな取り方を教えてくださいって聞かれたことあったんですが、それはね、タヌグスさんも教えてもらいたいぐらいです。鼻毛抜くゴッソとか使ってみたらいいかもしれませんね。ここはね、経験上本当にカッチカチになってるのは意外と簡単に外せるんですが、中途半端に固まってるものはすんげえ難しいです。今回は割と簡単に外れましたね。そしたら次にいよいよ本命の新品のシリンダーヘッドカバーガスケットを取り付けていくんですが、その前にこのガスケットがはまる溝をパーツクリーナーを使ってきれいに掃除します。結局ね、ゴムのオイルシールを劣化させるのは熱くなったり冷たくなったりの繰り返しなんですけど、古くなっちゃったオイルもゴムのシールに対して攻撃性があるので、できるだけそういった要素は取り除いておきましょう。
このガスケットはインテーク側とエキゾースト側で形状が違いますよ。グロメットがついていた方がインテーク側ですね。そしてここでもまた注意事項があります。溝にはめていった後にしっかり押さえつけてなじませましょう。というのもこのカバーをヘッドに取り付ける時にはこいつをひっくり返しちゃうわけなので、その時に少しでも外れちゃってずれたまま取り付けちゃうといったミスを防ぐために最初にきっちりと押さえてなじませる必要があります。インテーク側ができたらエキゾースト側のカバーも同じように掃除をして、で新品のガスケットを取り付けてしっかりとなじませましょう。次に取り外す時めっちゃ苦労したグロメットを取り付けて中間のバイパスさせるホースを取り付けます。今回このカバーを外した時にヘッド側に残っていた古い液状ガスケットを取って並べてみたんですけど、もうね盛りすぎ。次に作業する人が掃除するのが大変だし、エンジンの中にゴミが落ちちゃう恐れがあるので、液状ガスケットは最小限にやった方がスマートですね。そのポイントは後で説明します。とりあえず取り付けボルトをきれいに掃除して、古いシールワッシャーを外して新品のシールワッシャーを取り付けていきます。ここでまたコメント欄からの質問の回答なんですけど、ここのガスケットを交換してヘッドに取り付けていくときにボルトを締めていったらシリンダーヘッドカバー本体が割れちゃってすんげえ困った。どうしたらいいですかという質問なんですけど、これはね実は谷口さんも若い時に自分の車で割っちゃったことがあります。どうして割れちゃうかというと、横から見たら一目瞭然ですね。ここのガスケットは潰れてシールさせるタイプなんですけど、ここの段差が結構あるの分かりますよね。なのでボルトを締めるときは少しずつ均等に締めていって均等にガスケットを潰してやらないと、一部だけ強く締めたりするとこのように反対側は浮いて歪みが出ちゃうんですね。ここの材質はアルミの鋳物なのであまり柔軟に曲がってくれないんです。なのでこういった歪みが出ちゃうと簡単にポッキリいっちゃうんですね。シリンダーヘッドカバー本体がすんげー高いので本当に慎重に作業してくださいね。そしたら次にヘッド側に液状ガスケットを塗っていきましょう。このサーキュラープラグは外さないんですかって気になる人もいるかもしれませんが、谷口さんの経験上ここから漏れるパターンはあんまりないので外すことはありません。ただ後から触った形跡がある場合はちゃんと取り付けされているかどうかチェックします。ここがちゃんと取り付けできてないことが原因で無駄に漏れちゃうケースもあるんですよね。それくらいここはねデリケートゾーンなんですよね。まずはサーキュラープラグの段差にちょんちょんと塗って、これぐらいでいいですね。あんまりたくさん塗っちゃうとはみ出してかっこ悪いですからね。そしたら前側に行ってカムのジャーナルの両角にちょんちょんと塗ります。インテーク側、エキゾースト側合計で8箇所にちょんちょんちょんと塗っておきます。液状ガスケットを塗ったら固まっちゃうといけないので、だいたい5分以内にシリンダーヘッドカバーを取り付けていきましょう。
昨年8月に奥吹モーターパークに新設された第3駐車場、オープン前のコースチェックとして呼ばれたんですが、なんといっても注目はこの狭い連絡通路の下り坂。ここでグランプリ的なことをやっちゃいました。挑戦するのは D1 トップドライバーとあのドッキリ請負人。練習なしのぶっつけ本番の3本勝負でこの難しいまるで恵比寿の南コースのようなレイアウトに挑みます。果たして彼らはどこまで走りを完成させることができるのか。この日は谷口さんは撮影に専念するつもりでしたが、そんなことは許されるわけもなく結局やるはめに。次回谷口チャンネル全日本連絡通路ドリフトグランプリ絶対見てくれよな。